ハローハロー、モリアーティです。今回は 3D プリンターを1年使った感想を適当に伝えたいと思います。森が使っているのはフラッシュフォージインベンターです。吉田製作所さんでクリエイタープロを使っていたので、同じメーカーのデュアルヘッドタイプを選びました。デュアルヘッドは当時ドリーマーとインベンターがありましたが、スペックはほぼ同じで、停電しても回復すると継続して印刷できる機能とカメラ機能がついているインベンターにしました。まず良かったところの一つ目は、思ったものがものづくりできるということです。今までいろいろなケースを作るにしても、市販品のタカチとかのケースに穴を開けたりヤスリで削って作っていました。それが 3D キャドソフトで自由に作れるのは工作の幅も広がります。2つ目はデュアルヘッドです。常に2色のフィラメントをセットできます。2色同時に印刷することは稀ですが、フィラメント交換はめんどくさいので、切り替えて印刷できるのは大きなメリットです。3つ目は専用スライスソフトです。設定項目が少ないので初心者にも簡単です。その分フリーソフトのスライスソフトクーラのように細かい設定ができないので、いろいろ調整したい人にはデメリットかもしれません。今度は悪いところですが、1つ目は中に内蔵できるフィラメントは純正のみというところです。内蔵できる純正フィラメントは 500g しかなく、かなり割高です。結局 1kg の安いやつは外付けするしかないです。まあ置いて使えるリール台もあるので、そういうものを使えばいいと思います。2つ目は筐体がプラスチック製で熱膨張するみたいです。印刷前にノズルとステージのクリアランス調整をして一度印刷します。その後筐体が冷える前に2度目の印刷をしようとすると、フィラメントがステージに定着しません。その状態でクリアランスを見るとかなりスカスカになっています。冷えるとクリアランスは元に戻っています。ABS 樹脂をラフトなし印刷するとクリアランスがかなりシビアなので、連続印刷する場合は注意が必要です。3つ目は Wi-Fi が使えないことです。正確にはパソコンとプリンターの直接接続はできます。ただプリンターを家のルーターとかにはつなげません。設定はあるのですが SSID とかが反映されません。ネットとプリンターの Wi-Fi を切り替えて使うのは現実的ではありません。4つ目はカメラが使えないことです。Wi-Fi とカメラをオンにしてスマホにつないでもカメラが認識されません。カメラや Wi-Fi をリセットしまくると超たまに接続されます。サポートに聞いたらリセットしてくださいとのことで、こんなもんみたいです。
3つ目の Wi-Fi が使えない問題と合わせて、外出先でもカメラの映像を確認できるみたいなんですが、プリンターがルーターにつながらないので無理です。まあそれ以前にカメラがつながりません。これは本当に起こっていまして、結局ドリーマーでも良かったんじゃないか疑惑まで浮上してきます。まあ2つ目以降は森のプリンターの個体差の問題かもしれません。それでは熱膨張問題とカメラが使えない問題を検証したいと思います。はい、クリアランス調整をしていきます。それではこのモデルを印刷します。ラットなしです。ドラフトありで印刷しております。暑い時のクリアランスと見ています。スカ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 。それではまず Wi-Fi をオンにします。設定で Wi-Fi オン。はい、IP アドレスが表示されました。はい、接続されました。それではカメラアプリの方を起動して今度接続します。じゃあ一旦こっちのカメラをオンにします。今オンになりました。これで、ここの Wi-Fi 通報が起きます。設備なし。で一旦カメラをリセットします。リセットされたらもう一度つないでみます。